こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日は立方体を描いてみたいと思います。テーブルの上に、これは発泡スチロールでできてるんですけれども、ホームセンターで買ってきた、1個100円くらいで売ってる普通の発泡スチロールでできた立方体です。今日の課題はこの立方体を、画面の大きさはですね B3 の画用紙を半分にカットした、B4 サイズ、パネルにクリップで留めて、だいたい原寸大くらいに描けるかなと思うんですが、描いていこうと思います。鉛筆なんですけれども、一応最初ちょっと柔らかめ 4B この辺からいこうかなと思います。で書き出しなんですが、まず構図を決めるのに、右上から、光が当たって左下に影ができてる。この立方体そのものの配置っていうのも大事なんですけれども、立方体に影ができて、陰影、陰と A ですね。立方体の側面にできる陰と床に落ちる影 A、 この2つも含めた立方体の影の形を意識しながら、配置位置を決めていこうと思います。まず画面の中心どこなのかガイドラインを引いてみましょう。こんなかな。薄く鉛筆もふわっと、あまり強く持たずに、大体でいいので中心がどの辺かなっていう位置を決めてみます。とりあえずこんな感じかな。で、立方体どの辺に入れようかな、当たりをつけるとか探り書きって言いますけど、最初からあまりこんな感じっていうのを強く書きすぎずに、例えばこんな感じでふわっと柔らかく調子をというか形を取っていってみます。今回この見え方はですね、右側よりも左側、この影になってる面の方が少し大きく見えてる。面積比でいうと、右の面が4に対して左の面が6くらいですかね。4対6くらいの比率で、左の面がたくさん見えてる、そういう配置になっています。で私の場合なんですけれども、こんな感じで形を線で捉える。であまり固執しすぎないで、大まかな位置を決めながら同時に調子をつけていってみるといいと思います。例えばこんな感じで、今回はどうでしょう。右の面と上の面と、両方とも結構近い明るさで見えてると思うんですが、左側面とこの床に落ちる影ですね、ここが結構暗く見えている。でこれを含めたこういった形、影の陰影の A の形、陰の形、これをもう最初にはまとめていいですから、こんな風なシルエットで画面のどこにね配置しようかなって考えてみましょう。画面の大きさに対してなるべく大きく入るようにしてみた方が、基礎デッサンとしてはいいと思います。ただちょっとこれ大きすぎたようなので少し削っていきましょう。形を移動するとか直す時に結構皆さん消したがるというか、先に消してから描きたがるんですけれども、できるだけ前の形を放置してというか残したまま、上書きをするようなつもりで新たに新しい形、いい形を捉えていくように心がけたらいいんじゃないでしょうか。っていうのは、前に描いた線って結構役に立つことが多いんですよね。なので例えばこんな風に、先に
少し小さくした線を上書きしてみました。でまだ、どんな風になるのか確定はしてないんですけれども、徐々に形がこう整っていったらいいなとこう考えながら、裏側もちょっと想定しながらですね、線をいっぱい増やしていきます。最初から一本の線にこうまとめるというか、確定するのって結構難しいと思うんですよね。なので最初のうちは線も幅を持たせて1センチくらい幅があっていいと思います。ここなのかここなのか、まだブレてる状態でいいと思うんですけれども、書きながら徐々に右にずらしたり左にずらしたりしながら、本当にいい形に修正していきます。でどんな風にタッチの向きってどんな風に入れたらいいのかって、これまたよく聞かれるんですが、面の向きに沿ってタッチを入れていくように心がけましょう。言葉で言うとそういうことなんですけど、例えば今回の例で言うと、左側面水平な台に対して切り立ってる垂直な面なので、縦のこういうタッチを強調したり、手前から奥へ向けて奥行きを感じさせたいので、若干こういう左上がり右下がりのタッチを重ねたり、もしくはこの面の向き、この角度に沿った左上がりのタッチを重ねたり、どの向きのタッチ入れなくてはいけないかって決まりはないんですが、この面の向きを意識したタッチっていうのは、どういった場合でも有効なので、床を描くときには例えばこんな風な左下がりの水平を意識したタッチ、立方体の上の面を描くときもやはりこう水平を意識した右下がりだったり左下がりだったり、こんな風なタッチ、それぞれの面にどういう向きが合ってるかな、作者の感覚で構わないと思います。垂直な感じを出したいとか奥行き感を出したいとか、それぞれの狙いに合わせて面の向きを、自分の思うように決めていってみましょう。だいぶ色がついてきました。ざっくりですけれどもこんな感じ、構図で言うと上がちょっと狭い感じですね。で下は、影がねこういう形に、逆 L 字型みたいな感じで影が入っているので、なるべくこう左下はゆったりと余白をね持たせたいかなと思って若干右上に、構図、立方体の位置を持ってきてみました。でざっくりですが、立方体の形、大きさ、配置が決まったところで、周りも少し見てみましょう。今回モチーフ台には布を引いてあって、布の上に立方体を置いてるんですけれども、例えばこの面、立方体の右面一番明るい面、上も明るいですが明るい面と床面比べた時に、どっちが明るいかなもしくは暗いかなって見ると、結構テーブル面白い布なんですが、この左下の影に比べたらそれほど強くないですけれども、右側面の、面に比べたらちょっとこう調子が暗く見えてる。例えばこんな感じですね。少し暗く見えてるかなという気がします。そんな風にどっちが明るいか暗いかっていうのを見ながら周りも少しね調子をつけてみるといいと思います。でその際に若干こうはみ出るような、例えばここで言うと立方体に少しタッチがこうかかるようなかぶさるような感じで調子を入れてみる。ちなみにここは垂直な壁に布を貼ってるので垂直な面でどこからかこう水平な面に移り変わってくる、こういう作りになっていますので、ここら辺は水平を意識したタッチで、この辺りはちょっと垂直を意識したタッチになってくるかと思います。でざっくり調子がついたあたりで少し形を確定していきたいと思います。
まず基準になるのはここの角、一番自分に近いところですね。この角の位置、ここに対して、左のこの辺はどんな角度かな。例えばなんですけれども、こうやって立方体の方に、鉛筆とかはかり棒を当ててみて、そのまま画面にスッと持ってきてみます。そんな風に向こうとこっちの角度を比べながら、どのくらい左上がりなのか比べてみます。ちょっと上がりすぎてたかな。もうちょっと下ですかね。例えばこんな感じで。で垂直面、ここの、垂直は特にね意識して、紙のエッジと比べてだいたいまっすぐになってるかどうか、そんな風にして確かめるといいと思います。先ほど右側のバックの方が少し暗いかな、立方体の方が明るく見えてるかなっていうお話しましたけど、逆に今度は左サイド、立方体と床との関係、ここの部分着目してみましょう。ここ私の位置から見るとテーブルの方が少し暗く見えてるかな。立方体の暗さ、明度よりも床面の方が一段階暗く見えてるかなっていう感じがします。でその際に、やはりこうテーブルの向き、この水平な面の向きですね、面の向きに応じた、例えば左下がり右下がりのタッチを意識した方が床面の奥行き感が出ていいでしょう。ここ形を決めたいがばかりに垂直な線をこうやって多用すると台が立ち上がってきちゃったりするんですね。なので台はあくまでも水平なので、縦のタッチはあまり強調しすぎない方がいいと思います。水平面を意識したタッチですね。書きにくいとは思うんですけれども、テーブルはこれ右から左までずっとつながっていますので、そのテーブルの広がりを意識しながら床の影を捉えていきましょう。だいぶ調子つけてみました。どうでしょう。でそろそろ形決めていきます。例えば、あともう一点ですね。ここ光が当たって反射して微妙に明るく見えている、ここがちょっと光ってるというか発光しているような感じに見えている床面、真っ白いものをねテーブルに置いた時にそんな感じがする時があると思います。でその場合ここが明るく見えてる理由っていうのはそれ以外の部分が若干暗くなってるんですよね。なので周りを描くことによって明るいところを明るく見えるように残していきましょう。何度も言いますけれども、床面は水平なので、右下がり左下がり水平を意識した例えばこういう感じのタッチ、右下がりだったり左下がりだったり形を追っかけていくときにこうジグザグに見ていくといいです。手前から奥までちょっとこう雷型というかね、ジグザグに手前から奥へ奥から手前へ、自分がこうアリンコになって後ろへ歩いていくような気持ちでこうね旅をしながら向こうへ歩いていくような感じ、タッチも面の向きに沿って手前から奥へで書いてからいらないところを練りゴムで消していきましょう。ふわーっと明るく見えてるところ、さてだいぶ調子がついてきました。この辺でガゼを使ってみようと思います。
めちゃめちゃ汚いんですけど、このねちょっと黒くなったガーゼの方が粉が染み込んでるせいでフラットなグレーを作るには結構便利だったりするんですね。いつ洗えばいいですかって聞かれることよくあるんですけど、これはもう洗わずにどんどん黒くなっていくに任せて使い込んでいきましょう。でどうしても綺麗なガーゼが必要な時場面出てくると思うんですけど、そしたら新しいのをもう一つ別に購入してください。黒くなっていくガーゼは大事にして、それとは別に用意することをお勧めします。例えばこんな感じで少し押さえてみました。そうすると影の中のムラが目立ってきたりすると思うので、そのムラの明るいところは鉛筆でまた加筆してあげる。でざっくりですが、ここまで私 4B1 本で進めてきました。でここから先はちょっと鉛筆も何種類か使い分けてみましょう。例えば明るい面、上の面とか右の面は 4B に対して B とか HB とか、ちょっとこれすごい尖ってますけど、例えば B を使って、右側面、すごく明るいんですけれども発泡スチロールですので、ある程度抵抗感、質感が感じられます。真っ白っていうほどではない。で先ほど言ったように床面に反射して明るく見えているように、この立方体の方もなんとなく下半分少し発光したように明るく見えてたりします。でそれ以外は暗いっていうことなので調子をつけていってみましょう。で先ほどの 4B に比べて、鉛筆の先を使ってねシャープなタッチが、B の場合だと画面に定着させていきやすいので、例えばこんな感じで、縦のタッチ、斜めのタッチ、少しタッチを重ねてみました。例えばこんな感じで、明るいところは少し練りゴムで押さえてやります。粉を取ってあげる感じですね。どうでしょう。でこのエッジの部分もうちょっとシャープに決めたいので、ここは 2B を使ってみましょう。 2B を使って角を決めていきます。先ほど 4B で大まかな調子をつけてガーゼでなぞりました。ガーゼでもって紙の凸凹の隙間に鉛筆の粉が入り込んでると思うんですけど、その鈍くなったグレー調子の上から今度は少しタッチが分かるように鉛筆の角度、最初は寝かせて書いてたんですけれども少し立ってます。若干腹から先端に向けて鉛筆の角度、使ってる角度を立ち上げています。そんな風にして少しねタッチが見えるようにわざと傷跡を残す、見せるタッチを乗っけてみます。でどうしても筆圧にムラができたりタッチに隙間ができたりすると、そこがすだれみたいにまだらになってしまうんですが、気になるところはその隙間を狙ってそこだけを縫っていくというか、足りないところを書き加えて、書きすぎたところは練りゴムでちょっと押さえたりしてムラを取ってあげる。均一にタッチを動かせれば一番いいんですけれども、なかなかそうはいかないことも多いので、できたムラをこうやって一個ずつ潰していく、取っていくっていうのが何気に効率がいいと思います。だいぶ立体感出てきた感じがしますけど、どうでしょう。あと書いていくと手がついた時に画面に汚れというかね、手の跡、シミみたいなのができたりするんですけど、これ結構気にしない人も多いですが、その都度ね取っていった方がいいです。画面の中の汚れは
常に気にしながら汚れがない状態で描き進めていきましょう。だいぶこの辺形がシャープになってきたと思います。どうでしょう。といってもまだねこの部分、中心自分に一番近いところだけは、コントラスト強く形の境目をはっきり描き分けましたけれども、それ以外のこの辺とかこの辺とかまだぼんやりしてますよね。そういったところも順次整えていきます。例えば暗い方を決めたらその後練りゴムで明るい方を整えていきます。形の境目も鉛筆の先を使ってはい、じゃあここでちょっとね、形と形の境目っていうか際についてお話しします。例えば右奥のこの部分どちらが明るいか暗いかって見比べると多分バックの方が少し暗めなんですよね。なのでここではバックの方のトーン調子をまず先に決めていこうと思います。いくつかの方向のタッチを入れながら、垂直面ですね、バックの壁の垂直な面調子を作っていきます。ただどこまで描くかっていう問題なんですけど、今回立方体がメインなので、ある程度その周りくらいまで、きっちり紙の端までは描かなくてもいいと思います。あと最初に決めたこのガイドライン補助線ですけど、これもそろそろねいらなくなってきたので、練りゴムで余計なところは消しながら描き進めていきましょう。でここ練りゴムで抜きたいんですけど、ちょっと向き的に描きにくいので、例えばこんな風に描きやすい向きに、私右利きなので描きやすい向きにして練りゴムを使います。練りゴムの使う時のコツなんですが、消したら黒くなるので新しい面を出します。消したら黒くなるので新しい面を出す。そうやってこまめにきれいな面を出しながら練りゴムの先端を尖らせて角際をシャープに決めていきます。で場合によってはちょっと消しすぎたりはみ出ちゃったりっていうことあると思うんですけど、その場合ははみ出た分は鉛筆でフォローしていきます。削れた分を書き足してやる。でこの時に角にこの境界線ですね、境界線って今言いましたけど、線ができないように内側に影の内側にぼかしていきましょう。同じ面が暗い面がここまでピタッと終わっている、ここまで影が来ている、そんな風に描けるといいと思います。で上の面は今練りゴムで明るくしすぎたので若干タッチを入れて
水平な、今横にしてるんで垂直な面ですけど、奥行きを感じさせるタッチ、こんな風に入れていってみましょう。さあどうでしょうか。ちょっと形がシャープに切り口鋭くなったかなと思います。で今ここの角決めましたけど、バックと手前の立方体の境目まだ決めてないですよね。これはバックをまず先に調子を決めておいて、例えばこんな感じでちょっとグレーなね調子を決めておいて、後から練りゴムで明るい方を描いていきます。消しすぎた場合は削っていきます。こんな感じかな。同じく右サイドも練りゴムで持って明るい方を描いていきます。抜きすぎたところは鉛筆でフォローしていきましょう。明るくなりすぎたら鉛筆でちょっと調子を落としてあげます。こんな感じですかね。右側面と上の面の差が、明度の差があんまりないので、一応角若干側面の方を暗くしましたけど、こう厳密に言うとそんなに差がない感じに見えてますね。はい、どうでしょう。だいぶカチッと硬い感じ出てきたんじゃないでしょうか。ただ今回発泡スチロールなんで、石膏とは違ってね、エッジがそんなにすごくシャープっていうわけじゃなくて、よくよく見ると少し角が欠けてたり取れてたり、そういう発泡スチロールならではの質感みたいなのもあるので、エッジを描く時にはやっぱりそこら辺よく見て、どんな材質なのかっていうのをねよく観察して感じ取って、自分のね感じ取った質感に合わせて描き進めていきましょう。例えばこんな感じで、今ちょっとスタンプっていうかね練りゴムをトントン叩いて使ってますけれども、わざとねこう少し粒々の集まりである発泡スチロールの質感が出たらいいなと思いながら、ちょっと押さえてトントン叩いてみたりね、いろいろ工夫してみてください、それぞれ。はい、あとどうだろう。左サイドを形整えて、この辺で完成させたいとこですね。あとねこの接地面特に重要なので、注意して描いてください。隙間すごく狭いんですが、
この床に接してるところ結構強くてシャープなはっきりした影ができている場合があります。なのでしっかり鉛筆を立てて、ただあんまりビシッと引くとわざとらしくなるので、よく観察しながら、ちょっとね影が途切れ途切れに見えてたり、細かったり太かったり、描きすぎた場合は少し消したりしながらリアリティを出していきましょう。今回は蛍光灯というか照明が2つあって、影がこう二重にこの辺に1つ奥へ向かって、向こうから手前に向かって1つ、2つの影がこう重なったところがより暗い濃く見えてる、そんな風な、照明の当て方になってるので、よくよく見るとね影の調子トーンも場所によって少しこう濃淡があったりする、そういったのもね見逃さないで、見えるその感じにね合わせて表現していきましょう。迷ったら実際にそこにあるモチーフにね正直に変えていくのがいいと思います。どうすればいいのかじゃなくて、モチーフに正直に、そこに答えがあると思ってそのものに合わせていく。よく見てね、現象を正直に追っかけていくといいと思います。さあだいぶ時間経っちゃいましたけど、こんな感じでいかがでしょうか。発泡スチロンの立方体床に置いて、はい書いてみました。今日はこの辺で終わりにしようと思います。はい、以上で、終わります。それではまた。